皆さんこんにちは。今私はですね、改良型のベゼルに乗っております。こちらが納車されてから4ヶ月が経過しまして、このベゼルでですね3泊4日の新潟までの旅に行きましたりですとか、あとは普段使いもねすごくしている、やっぱり使い勝手のいい車だなというふうに感じております。今回はですね4ヶ月乗った感想などをお伝えしたいと思います。走る時のですね、この自分との一体感っていうところがものすごく強い車だなというふうに感じています。トヨタ車とホンダ車でちょっと比べてみますと、ホンダ車の方がですねやっぱり走り自身にこだわったメーカーというところもありまして、もちろん加速の楽しさとかの他にですね、やっぱりこのハンドリングの楽しさですとか、ブレーキとかアクセル、この踏んだ時の自分がこのぐらい動いてほしいなとか、このぐらいで止まってほしいなっていうところの感覚がね、ズレがかなり少ないっていうのがホンダ車かなというふうに個人的には感じています。ハンドル切った時の手応えとか、足のね踏み応えっていうんですかね、そういうのとかがやっぱり自分の指令通りに動くってことがやっぱり走りの楽しさにもつながると思うんで、そのあたりっていうのがすごくトヨタ車と比べてもホンダ車っていうのは長けているかなというふうに感じています。ですので例えばフィットですとか ZR-V ですとか、そういったですね車、ホンダ車に乗りましてもそのあたりは感じられるわけなんですけれども、そういった車と比べてもこのベゼルですね、このベゼルはそのアクセル、ブレーキワーク、ハンドリングの緻密さとか、走っていく時のこの自分の思ったような加速感、減速感してほしい、この辺りがねものすごく緻密だなというふうに思ってます。例えばこれがじゃ価格だけ見まして、フィットよりは、ベゼルができて当たり前っていうふうにね感じるところは、それは納得できるんですけども、ただですねこの車格がもっと上、価格がもっと上の ZR-V と比べてもいろんな項目で見た時にこのベゼルの方がやっぱりその自分の思った通りに動く感じっていうのはものすごく強いんですよね。そのあたりがやっぱりその前期型からもありましたし、後期型にももちろんあるので、やっぱりベゼルね、そこの部分がすごくいい車だなというふうにやっぱりこの4ヶ月納車されて乗ってみて思っているところです。具体的にじゃあ格上の ZR-V と比べてどういったところがより自分とねこの一体感、ズレがないのかなって考えてみると、やっぱりこういった一般道を走っている時っていうのがすごく実に現れているかなというふうに思っています。 ZR-V はやっぱりベゼルよりもすごいなって思うところもたくさんもちろんありまして、特に顕著なのはやっぱり高速道路とか高い速度帯になった時のこの余裕感ですね。力の足りないな、もうちょっと欲しいな、スポーツモードに入れようかなって思う感覚がないのが ZR-V で、そこはやっぱりそのベゼルにはどうしても負けてしまう点かなと思うんですけれども、ただですね一般道に戻ってきてみると、この一般道の例えば20キロ、30キロ、40キロっていう速度、もしくは20キロより下の10キロとかね、本当にぬるぬると走る速度帯あると思うんですけども、やっぱその時のね速度の管理のしやすさとか操りやすさっていうのがものすごくベゼル高いんですよね。それはZR-V に本当に勝っているところだと思ってまして、 ZR-V ってちょっとその10キロ、20キロ、30キロあたりの踏んだ時のこれぐらい踏んでるからこれぐらい出てんだよなっていう感覚がちょっとね緩まるんですよ。ですのでなんとなくこうスーッと惰性で進んでる感じが ZR-V に起きちゃうんですけれども、このベゼルに関しては20キロであっても10キロであっても自分がこの角度で踏んでいるからこれぐらい出てるんだなっていうね、操ってる感がものすごく強いんですよね。でそれっていうのは何も後期型になって新しくねそこが加わったっていうわけじゃなくて、前期型からちゃんとあったんですよね。ですので後期型いろいろ変わった、良くなったっていつも動画で褒めてるんですけど、前期型から持ってた良さだなっていうふうに改めて感じているところです。車って皆さんの使う状況とか用途によっても異なると思うんですけども、やっぱり日本の道を見ても絶対的に高速道路よりも一般道の方が多いですよね。ですのでその車を一般道で走らせる時の方が自分がこの車に乗っている時に体感する時間としては圧倒的に長いわけだと思います。そうなるとやっぱりその高速道路でいかにパワーが切れないかとか楽しく走れるかとかっていうところももちろんね車の凄さだと思うんですけども、車に乗ってる時間として自分が長く楽しく体感できるのはやっぱり一般道を走ってる時、そこがいかに楽しいかっていうところもね実は重要なんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。そうなりますとそのベゼルっていうのはその一般道を走ってるその長い時間帯、車に乗ってるのが長い時間帯の旨味がすごく強い車だなというふうに感じています。車って本当に高いですので、せっかく金額出したんであれば乗ってる間中なるべく楽しみたいですよね。なるべく旨味を吸いたいなっていうふうに思うのが当たり前だと思うんですけども、そうなった時にベゼルっていうのはやっぱり
8割9割車乗ってる中で味わうであろう一般道がものすごく楽しい、自分が操ってる感がすごく強いっていうのがやっぱこの車の凄さじゃないかなというふうに思ってます。であともう一点はですね、これは皆さんの好き好きになると思うんですけども、私にドンピシャっていうところなんですが、やっぱりこのベゼルの内外装のおしゃれさですね、ここがすごく好きだなというふうに思っています。ホンダ車やっぱり他のメーカーと比べて、どっちかって言ったら女性が少し好みそうな感じの内外装が多いかなというふうに最近思っています。ちょっと一世代前ですとホンダイコールスポーティーみたいな感じで、ものすごくねこの男性的なデザイン内外装ともにあったと思うんですよね。ですので女性が好きっていうよりは、男性がものすごく好きなスポーティーな印象があったかと思うんですけども、今の世代のねホンダ車になりまして、フィットとかNBOX とかその辺りから始まって、このベゼル ZR-V に関しても多分男性ももちろん好きだと思うんですけども、女性もこれいいなって思うような内外装になっていると思います。そういったホンダ車の中でもこのベゼルの内外装のおしゃれさっていうのはもう女性の私にはとってはものすごいドンピシャでして、本当にね前期型の時からそうだったんですけども、もう本当この車が乗ってる時すごい気分いいなっていうね感覚があるんですよね。やっぱり車ってどちらかといったらやっぱりかっこいい乗り物、もちろんメカですので、そういったねかっこいいものとの相性がいいわけであって、スポーティーな印象もあるわけであって、そうするとやっぱりどうしても男性的なねイメージが強くなると思います。それはそれで全然いいと思うんですけれども、私も男性的な車好きなんですけれども、そういった中でねこれだけ女性が乗っててもなんか気分が上がる、この車所有してて楽しいな、嬉しいな、この車の空間の中にいるのが嬉しいなって思えるのはやっぱベゼルなんですよね。その点でものすごいやっぱりこの上げてくれる、女性であっても車って車内にいるだけで楽しいんだな、ただの移動手段じゃなくって、この車を持ったりとかこの車を眺めたりとかこの車の中にいることがすごい楽しいんだなって教えてくれたのがベゼルかなというふうに思っています。前期型と比べてピアノブラックの過色が減ってしまったりとか、例えばここら辺のねオレンジっぽいのがなくなったりとか、そういうおしゃれさが減ってしまったところも人によってはね感じるところあるかと思います。私自身も前期型のプレイのオレンジの過色だったりですとか、ピアノブラックのね過色がちょっとずつ入ってたりとか、そのあたりもすごく好きだったので、前期型はものすごいねやっぱり未だいい傑作だったと思ってるんですけども、この後期型になってからもねやっぱり他のメーカーの車とか、ホンダ車の中で見てもこのベゼル、特にプレイに関しては本当にねこの女性として車っていいな、自分の車をこう持って眺めるっていいもんなんだなっていうふうにね思わせてくれる車だなというふうに思っています。やっぱりですねこのベゼル乗っていて思うのは、やっぱりこの 1m70 に収めてくれてるっていうところはものすごくやっぱり乗ってて地味に効いてくるポイントかなというふうに思っています。最近車がやっぱり巨大化してまして、やっぱ海外でね売るものを日本でも売ってるみたいな感じのその世界戦略差みたいなのが多くなったっていうところもあって、日本だけのサイズ感に落とし込んで作るってことがもうほとんどなくなっているのかなというふうに思います。そうなりますとどうしてもやっぱり横幅っていうのがどんどん大きくなりますよね。5ナンバーサイズは本当に日本に特化して作ってる、軽自動車も日本に特化して作ってるんだと思いますけども、やっぱそこの数も少なくなってきていて、ほとんどが3ナンバーになっていて、3ナンバーになっているものであっても 1m70 に抑えてくれてるものってほとんどなくって、もう 1m80 とか 1m90 にねほとんど迫っていくような勢いかと思います。そういった中でこのベゼル横幅が 1m80 を切っているっていうところがねすごくいいなというふうに思っています。このように走っていて、先ほども言いましたけれども、やっぱり高速道路よりも一般道を走る時間の方が長いわけですよね。そうするとどうしても道幅がそんなに余裕のある道ばかりではないのが一般道だと思います。そうなった時にやっぱりその 1m80 を楽々超えていくような幅ですと、どうしてもやっぱ気を使ってしまうところはあると思うんですよね。そういう時にやっぱりこのベゼルのこの横幅っていうのはやっぱ走っていても怖さが少ないですし、やっぱりこの自分の視界にきちんと収まる感じっていうのがものすごくやっぱりあるんですよね。
今みたいにですねバス停が結構近い場所にあって車幅も少ない中でですね入ってくる時に結構圧迫感ありましたよね。もともとあそこね道幅狭いんですけれども、やっぱその中で走っていてですねバスとかトラックとか横についちゃった時ってものすごい圧迫感あると思うんですよね。その中でもやっぱベゼルってやっぱりその車幅が効いてるんだと思いますし、あとは運転しやすさですね、自分の把握のしやすさもあると思うんですけども、やっぱそこが効いているので焦る度合いが少ないっていうところがやっぱいいなというふうに思います。大きな車ですとやっぱああいう時って、本当に気を使わないと、隣の車線のところにはみ出しちゃうかもしれないし、本当にバスと接触しちゃうかもしれない、そういうことが起こりうると思うんですけども、やっぱその可能性がねやっぱ狭まってくれてるっていうのがものすごくありがたいなっていうところですし、やっぱりこの普段いろんな道でいろんな場面に遭遇しますよね。その時の怖さが少ないっていうのがやっぱすごいいいなというふうに思います。ということで今回はですねこちらの改良型のベゼルがですね我が家に納車されてから4ヶ月ということで、一般道ですとか長距離の旅とかに使ってみてですね改めて感じたこのベゼルの良さ、私はここがやっぱりベゼル好きっていうところですね。ポイントとしては少なかったかと思うんですけども、すごく強く思っているところについてお伝えさせていただきました。今回の動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではベゼルの情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。